こんにちは、ご観覧でしょうか。はい。はい。こちらの方で消毒の方お願いいたします。はい。ではこちらの方からですね、しかも2階の方が受付となります。はい。はい。ここからですか。はい。はい。長崎市は南北に伸びる細長い湾を挟んで東西に横たわる緩やかな丘陵に囲まれ開けて昭和初期から三菱長崎造船所を中心に重要な軍需基地であった。1945年8月9日、その日も昨夜に引き続き朝から警報が断続的に発令されていた。午前10時50分、長崎上空に B29 が飛来。原子爆弾を搭載した B29 爆撃機ボックスカーは長崎市上空高度およそ9000メートルからプルトニウム型原子爆弾を投下。午前11時2分、松山町上空およそ500メートルの位置で爆発した。8月9日の長崎上空は厚い雲に覆われ、視界が不良のため投下予定地点と離れた場所で原子爆弾は炸裂した。爆発と同時に空中の一点に発生した火球は摂氏およそ数百万度にまで到達。それはもう一つの太陽が出現したかのようであった。爆発によって出現した火球から放出される熱線の正体は主に温度に応じた紫外線、可視光線、赤外線である。瞬間的に放射された熱線の凄まじさは焼き付いて残った影から検証するしかない。列衝は4ヶ月ぐらいから傷口がケロイドを形成し、その後反根となる。爆発によって起こる爆風の先端は衝撃波として振動し、およそ10秒後には爆発点から約 3.7km、 およそ30秒後には約 11km の距離に達した。衝撃波が収まった後、逆方向に風が爆心地に向かって流れ込み、粉塵を巻き込みながら原子雲が形成された。爆心地帯では消防機関が全滅し、給水も止まったことによって火災の被害が増大した。火災は熱線による発火、爆風による建物破壊に伴う第二次発火によって一層大きなものとなった。火災と爆風によって海人に帰した面積はおよそ 6.7 平方キロメートル。松山町、山里町など67に上る町を焼失させた火災は夜になっても収まらず、消火活動は翌朝まで続いた。爆発の瞬間、空中に放出された放射線は中性子線とそれに伴うガンマ線である。引き続きプルトニウムの分裂によって生じた核分裂性生物から
ベータ線ガンマ線が放出され続けた。爆心地から半径 1050 メートルの範囲内の遮蔽物のないところでは致死率 100% だった。爆発後1分以内に放出された放射線を初期放射線といい、透過力の弱いアルファ線ベータ線は地上まではほとんど到達できず、実質的に障害を起こすのはガンマ線中性子線で、これらの放射線は人体に多大な被害を与えただけでなく、植物の生育にも大きな障害を及ぼした。西山地区では放射性の核分裂性生物が集中的に降下した。放射線は全く五感で感じることもできないもので、原子爆弾が引き起こした放射線による被害は今も完全に解決されてはいない。針はびくともしなかった。隣のおじさんが力んでみたが、針は動かない。諦めんば仕方の中、申し訳なさそうに向こうへ行ってしまった。お母ちゃん、助けて。なんか順路がよく分かんなくなってきたな。
町には当時300世帯1860人の方が生活をされていましたが、生存された方はこの木の裏に当時掘ってあった防空壕にたまたま転んでいた9歳児メンバーということです。